講演依頼 .com 新聞藤井です。今日は、鈴木誠さんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしたら、鈴木さんの方からまず自己紹介をいただければと思います。はい、誠不動産株式会社代表の鈴木誠と申します。今は、うちのテーマが住んだ後楽しく幸せになっていただくっていうテーマで仕事をしてまして、家というのはとても大事なので、もうそこを一番重点的に今賃貸の仲介をメインで仕事をさせていただいてます。ただ他の不動産と違って完全紹介制という形で、一元さんを受けてないので、誰かからのご紹介のお客様のみお部屋を探している状態です。はい。ありがとうございます。はい。で、その完全紹介制の誠不動産さんなんですけども、はい。今テレビで話題の正直不動産っていうものがあると思うんですけど、そこの最後のテロップのところで、鈴木誠さんっていう名前が出てくると思うんですけど、はい、出てきます。その正直不動産との関係性っていうのをお伺いしてもよろしいですか？そうですね。なんか僕はモデルみたいな感じでよく言われるんですけど、自分がモデルではなくて、たまたま向こうが漫画を描き始めて、すぐになんかこれの実写版がいるっていうのを向こうがいろんなところから聞いたみたいで、自分は自分で何か同じような感じの漫画が、自分のことを描いてる漫画があるよっていうのを聞いて、で、そこでじゃあ一度お会いしましょうっていう共通の知り合いが一人いたので、そこでお会いしたところ、すごい仲良くなって、で、お互い今いろいろ情報交換しながらお話を進めてるような感じですね。その漫画家さんと、はい。ということですかね。そうですね。もう小学館の方と原作の夏原さん、あと漫画家の大谷さんと脚本の水野さんみんな来ていただいて、で、事務所でお話しして、今回こんなテーマでやるんですけど、どんな感じですかっていうのをご連絡が来て、でうちの方でいろいろこういう形でやってますとか、っていうのをお話しして、それを漫画の中にちょっと取り入れていただいて、っていう流れですね。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。そして最初ね、今回のこういったお話をさせていただくきっかけっていうところも最初お伝えできればと思うんですけども、はい。私も直接ね、誠不動産にお世話になったと。ありがとうございます。お客さんでもあるということで。はい、そうですね。でその紹介も、私の方の講演でもすごくお世話になっている元タカラジェンヌの皆代さんからですね、ご紹介をいただいて、私がちょうど不動産どこに住むのに少し悩んでた時にご紹介いただいて、すごくいいところをご紹介いただいて、ありがとうございます。そこからね、仕事もプライベートも順調に。本当ですか？はい。っていうところで、本当にありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。でそんな誠さんもですね、このいろんな本出されて、で最初に出されたのがこちらの気遣い仕事術というところですね。そうですね。はい。で、これを書いたきっかけもお伺いしてよろしいですか？もうそれを書いたきっかけは、なんか不動産の営業のマニュアルって何もなくて、もう各社どこもなんか独自の営業方法なんですよね。結構バラバラで、やっぱ質が悪いものがすごい多かったので、何かマニュアルっていうか会社に入った時に、こういう形で仕事すればいいのかなっていう一つのなんか指針みたいなのを作りたかったっていうのがあったので、もう完全にちょっと不動産寄りなんですけども、こういう形で仕事をするとお客様に喜んでもらえるっていうのを一応書きたかったので、一応本にして出版しましたね。でこれも私もね、もちろん拝読をさせていただいてはいて、不動産業界向けに書かれたっていうところではあると思うんですけど、実際に営業をやってる人とか、いろんな外回りやってる方とか、なんか仕事されてる方、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、すごく仕事に対する心構えとか下準備とか、そういったところはすごく営業されてらっしゃる方には参考になるお話なのかなというふうに思いますので。ありがとうございます。気持ちの部分が結構強く書いてあるかもしれないですね。営業とはみたいな感じの。そうですね。で、今のこの紹介制のスタイルでスタートしようと、起業しようと思った、そのきっかけってどういったところなんですか？どの会社に行っても結局もう売り上げしか見てないので、
もう住んだ後はどうでもいいみたいな、契約金が入ればもういいみたいな感じの会社がほとんどだったんですね。で、うちは違うよって言われて呼ばれて行っても、結局売り上げしか見てなくて、やっぱお客様にとっては住んだ後がやっぱりとても大事なので、そこを見るためには自分でやるしかないなって思ったので、全く独立する気もなかったんですけど、行きたい会社もなく、ちゃんと先を見てる会社もなかったんで、もう独立しようと思って会社を作った形ですね。で、その紹介制というところは、ご本人がこういう感じでやっていきたいと思って紹介制のやり方にされたんですか？そうですね。どうしても自分がちゃんとそのお部屋をしっかりお客さんの部屋を見たかったりとか、あと今おとり物件って言ってそのネットに載ってる物件が実在してないものも結構あったりするんですね。ありますよね。あります。たくさん、まあ、たくさんって言っちゃうとあれなんですけど。いいとこがあるんだとか、そうですね。でも叩いてみても、これはないですっていうこと、はい、そうですね。で、その広告媒体を使ってしまうと、どうしてもそのおとり物件っていうのが、その消し忘れだったりとかもあって発生してしまうと、結局、なんかあそこも同じ不動産なんだな。まあ、他の不動産と同じになってしまうんで、もうでしたらそういう広告媒体を使わずに、自分の近いお客さん、そうですね。まあ、身近な人を幸せにした方が、個人的にはやっぱりやりやすいのかなっていう思いと、あと不動産ってどうしてもうさんくさいとか騙されないぞっていう心構えからまず来るんですけど、紹介の場合ですとそういうのが一切ないので、こちらも仕事に集中して、物件探しとかに集中してできるっていうところで、まあ、紹介の方が一番仕事がしやすいと思って、完全紹介制にした形ですね。その誠不動産さんと同じようなスタイルでやられているとこっていうのもあるんですか？完全紹介まではいかないんですけど、ちょっと増えてまあ増えても多分まだ10社もないと思うんですけど、そうですね。なんか不動産業界の大御所の方とかに言わせると、うちが賃貸と1社目だって言われてるんで、まあ、そこから同じような感じで紹介制で名乗ってるところはちょっと増えてきたような感じはありますね。あとは皆さんなんかどうしても問い合わせとか来たら受けちゃうと思うんですけど、うちは一元さんを一切受けてないので、じゃあ誰かのご紹介っていう形が見えてないと受けないので、そこまで徹底してるのは多分うちだけなんじゃないかと言われてますね。はい。まあ、講演会とか、どういうことを伝えたいとかってありますか？そうですね。やっぱり営業、まあ、僕は代表でもあるんですけども、完全に営業マンなんで、その営業としてのやっぱ心構えとか、お客さんに対しての気持ちとか、このモチベーションの保ち方とか、っていうのは伝えられるんじゃないかなと思いますね。あと、もしその営業マンでなければ一般の方に対してですと、そのお部屋の大切さですね。その住む家で人生が変わるので、まあ、いい家に住めばいい方向に行きますし、悪い家に住むと悪い方に行ってしまうので、その辺の家の選び方ですとか、その基準とかっていうのはお伝えできるのかなと思ってますね。はい。いい話します、多分。で家のそのお客さん目線で書かれた、家の本も、直近で出されていらっしゃいますよね。そうですね。もう完全に宣伝みたいな感じなんですけど、この幸運が舞い込む部屋探しの秘密というこの本は、一応坂上さんが帯なんですけど、そうですね。これはうちが完全紹介制なんで、うちに来れないお客様のために書いた本ですね。こういうふうに部屋を探すと人生がいい方向に行くよっていうのをまとめたものですね。はい。で家を探しをするにあたっての、ポイントを挙げるとしたら、どういうところを大切にうちのいい条件っていう定義の一応、誠不動産の4か条というのがあって、一つは今、日当たりがいい。もうこれはもう本当にとても大事なポイントで、もう日当たりが悪い物件はもう家じゃなくて、もう部屋じゃなくて小屋なので、もう絶対日当たりがいいっていうところ。あと、お部屋を見て、そのピンとくるか来ないかっていうところと、あともう一つが、その自分自身がちゃんと一緒に見て、自分が住めるかどうかというのと、もう一番最後の4つ目は、その住んだ後にいいイメージが湧くかどうか。
そうですね。この4つがちゃんと当てはまると、やっぱ自分としてはこの物件だったらお客様にご紹介できる。いい物件になるんで、この4つのうち1つでも欠けると、もうそれはお勧めしない形なので、この4つの項目をそうですね、大事にして探してもらえるといいのかなと思いますね。その4つ大切にしているポイントっていうのは、この条件が大切だよねっていうのが自分の中で醸成されていったっていうことですか？そうですね。いろいろもう毎日1日10件とかやっぱ見てる間に、やっぱどういうのがいいのかなっていうのが最初はあんまり感じてなかったんですけど、やっぱたくさん数をこなすにつれて、こういうのがいい物件なんだなってやっぱりしっかり固まってきた形ですね。どれか1個かけても良くないんで、すぐ引っ越してしまったりとか、変な風に行ってしまったりっていうのが、やっぱ昔サラリーマンの時はやっぱ見えてたところがあったので、はい。自分が独立してからはちゃんとこの4項目が一致した物件じゃないとお勧めしてないですね。昔は僕悪い方の不動産屋だったんで、決めれば何でもいいみたいな。そうなんです。はい。何件かご一緒に回らせていただきましたけど、はい、今住んでる家のところは、なんか誠さんの表情も良かったですもんね。よかったですか。そのいいっていう感覚がない、どうしようかなってもう迷った段階でも住まない方がいいと思ってるんで、ここでいいぐらいだったら絶対引っ越さない方がいいと思いますし、ここがじゃないとお部屋は決めない方がいいですね。はい、わかりました。じゃあ、最後にその鈴木さんの講演、はい、どうしようかなっていう講演とか他のお仕事だったりとか、どうしようかなって、お願いしようかなって考えてらっしゃるような方々に向けて、ちょっと後押しのコメントいただければ。そうですね。なんで、不動産で言うと、その不動産の仕事の大切さっていうのを伝えられると思いますし、どういう気持ちで仕事をするとお客さんに喜んでもらえるのかっていうのは伝えられる自信はありますね。普通の営業マンにとっては、なんでこの営業をしてるのかとか、その仕事、それも一緒ですね。やっぱ仕事に対しての大切さとか、一番大事なやっぱお客さんに喜んでもらうっていうのがもう大前提にあるんですけども、それに向かうための、そうですね、心構えとか、完全に僕は気持ちの営業の派なので、その辺はしっかりとお話しできるのかなと思います。ありがとうございます。では、楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。